呼吸を整え、今ここに意識を向ける。日々の忙しさの中で、私たちの頭の中は常にたくさんの言葉やイメージで満たされています。今日は今ここを味わうこと、そしてぐるぐると巡る思考とどのように心地いい距離を保てばいいのか。ワンネスを体験されたジュリアンさんと脳と意識を探求されるネドジュンさん。お二人の対話から生まれた心をふっと軽やかにするヒントをお届けします。ジュリアンさんは今ここを味わう大切さについてこう語り始めます。今ここを味わうというのはものすごく大事なことです。私たちの内側には思考の役割と本当の自分の役割があります。けれども自分の思考の働き方についての教育は私たちはあまり受けてきていません。私たちは思考そのものではありません。私たちはこの思考と体を使っている光の存在なのです。この人生が終わると、また新しい体で新たな旅を始める。ですから今持っている思考はただお借りしているツールに過ぎません。本当の自分はこの体や思考をツールとして使いながらこの世界を体験しようとしています。けれど頭の中では常に思考の声が響いています。明日のこと、昨日のこと、そして今日、今ここという一番大切な瞬間を忘れてしまうのです。ジュリアンさんは自分の思考をプロジェクトマネージャーのように扱っていると言います。思考に向かって内面でこう問いかけるのです。この問題について何かいいアイデアはある？提案してみて。思考がいい提案をしてくれたらしっかり褒めます。いいアイデアだね。よくやってくれたねと。静かにしてほしいときは少し休憩してくれると優しく伝える。そうやって内面的な対話を重ねることで思考を上手に導いていくのです。思考がぐるぐると巡るときはどうしたらいいのでしょうか？そんな質問に対してジュリアンさんはさらに興味深い方法を教えてくれます。思考を自分だと思わず、一つの相手として質問を投げかけてみる。すると時々意外で面白い答えが返ってくることがあるそうです。ジュリアンさんはそのアイデアを専用のノートに書き留めます。後で見返して、こんなことまで考えててくれたんだなと感心したり、ここはちょっと余計だったけど、まあいいかと笑ってしまったり。思考はまるで何でも知っているかのように偉そうに話しかけてくるけれど、ほとんどの場合間違っている。もうわかってるよ。それが間違ってるってこともねと、軽やかに受け流しながら思考とのやりとりを楽しんでいるのです。このお話を聞いて、ネドジュンさんも深く共感します。ネドジュンさんの場合、頭の中でぐちゃぐちゃと考えが巡るとき、思考はイメージを使って余計な危険の警告を出してくるそうです。階段を降りようとすると転ぶイメージを見せてくる。車に乗ると事故に遭う場面をフラッシュバックさせてくる。そんな時ネドジュンさんはちょっと強めのトーンで思考にこう言い返すのだそうです。
それだけいろんなイメージ出せるなら、今苦しんでる人が少しでも楽になるような良いアイデアを出しておいでよと。少し圧をかけて出してみなさいと問いかけると、途端に左脳は静まり返るのだと言います。思考を自分自身として整理するのではなく、全く別のおしゃべりな存在として扱い対話してみる。思考と適切な距離を置くことで、頭の中のノイズは驚くほど静かになっていきます。今ここに戻るもう一つの鍵。それは日常の中にある美しさを意識的に味わうことです。ジュリアンさんは街を歩くとき、周りをよく観察します。どこかに必ず存在する美しい瞬間を探すために、綺麗だなと感じたら、その感覚を大切に写真に収め、今ここはなんて美しいんだろうと心を満たします。その美しさで胸がいっぱいになったとき、私たちは自然と今ここに帰ってくることができるのです。けれどここでネトジュンさんは言います。私たちの左脳はすぐにそんなの知ってると言って味わうのを邪魔しようとします。空が晴れていて雲があれば夕方は赤くなるよ。知ってる知ってると。だからこそ左脳にちょっと静かにしてねと伝えて、空の色がオレンジから紫へ、深い青へと変わっていくグラデーションをただじーっと見つめる。美しいですね。この夕日はもう二度と来ないですねと、意識的に心を開いて捉える。この小さな練習の繰り返しがワンネスという感覚への扉を開いていきます。思考はあなたを困らせるものでもあなた自身でもありません。ただのツールであり、時には少しおせっかいな相棒のような存在です。今日何か不安やぐるぐるとした考えが浮かんだら、教えてくれてありがとう。でも少し静かにしてねと、心の中で優しく声をかけてみませんか。そして目の前にある空の色や、部屋に差し込む光の美しさに心を寄せてみてください。今ここにしか存在しない静けさが、きっとあなたを優しく包み込んでくれます。あなたの今日という日が素晴らしい光で満たされますように。最後までお聞きいただきありがとうございました。